はいどうも、ゆちチャンネルです。先日こんな質問をいただきました。前金はいくら必要でしたか？残りはいつまでに払うか、そのあたりが知りたいです。下取りは買い取りですか？今回はこの質問内容に関して徹底的に詳しくお答えしたいと思います。今回は暴露系動画となってます。私が購入を決めた年次改良後のレクサス RX350F スポーツの支払い方法などももう包み隠さず全部公開したいと思います。なかなかここまで赤裸々にお金の話をする購入者はそうそういないでしょうから、今回の動画は私にとっても初の試みとなります。それで今回の動画の内容なんですが、もう全部ぶっちゃけて正直に話したいと思います。実際に頭金はいくら用意したのか、支払い方法は残クレなのか、それとも銀行ローンなのか、ローンの金利は何パーセントなのか、何年でローンを組んだのか、月々の支払いはいくらになったのか、はたまたレクサスへの支払いはいつまでに送金しなければいけないのか、初回の契約手付金はいくら支払えばいいのか、もう全部正直にお伝えしたいと思いますので、そういった現実的なお金の話が聞きたかったんだよってよくやったと少しでも思っていただけたなら、ぜひいいねとチャンネル登録で今後も応援よろしくお願いします。本題に入る前に前置きなんですが、今回お話しする内容は私の担当販売店での内容となりますので、皆さんがお住まいの地域の販売店によっては取り扱い内容が若干違っている場合があります。販売店の中でも愛知トヨタ系列もあれば、トヨペット店系列とかですね、いろいろとありますからね。ですので、その点だけご理解のほどお願いします。では、早速ね、ぶっちゃけていきたいと思うんですが、まず私が今回想定した RX350 の購入予算は全部込み込みで約850万ぐらいまでで収まればいいなと考えてました。なんですけど、嬉しい誤算で、なんとリセールを意識してオプション内容を厳選した結果、約790万前後で乗り出せるっていうことが分かりましたので、購入予算を大幅に下方修正しまして、とりあえず800万用意しようと考えたわけです。では、その800万をどのようにして捻出することにしたのか、その金策の内容なんですが、まず、現在私が乗っている2023年式 NX350H バージョン L を売却して、それをね、頭金にしようと考えました。ここからは、私のね、予想なんですけど、おそらく RX の納車が、順当に進めば5月ぐらいだと考えると、今の NX が1年半乗って走行距離が約1万4000キロ程度になるだろうと想定した上で、中古車検索でおおよその相場を確認してみたんですよ。そしたら、低く見積もったとしても多分500万程度では売れるだろうと想定した上で、さらに手持ち資金を150万追加することによって、500万プラス150万っていうことで650万の頭金はなんとか確保できるなと、そういった目処がつきました。そして800万の残りの差額分の150万についてなんですが、結論、銀行ローンで借りることにしました。一応銀行ローンの金利は 1.9% となってました。販売店でも残クレですとかスマート払いとかですね、いくつかシミュレーションしてもらった結果、私には銀行ローンの方が向いてるなと判断しましたので、今回は銀行さんから借り入れすることにしました。レクサスの残クレやスマート払いに関しての詳細はまた後日詳しくお話ししたいと考えてますので、ここでの詳細な説明は割愛させてもらいます。一応レクサスでローンを組んだ際の金利だけお伝えしたいと思います。レクサスの借入金利は販売店にもよるんですけど、基本が 4.4% となってます。ただ、販売店の系列によっては少しね、金利が安いお店もあるみたいで、私のディーラーでは 4.1% となってました。頭金が少なくても、レクサス車を購入する方法っていうのは結構ね、たくさんある印象です。リースを選ぶよっていう方は基本少数派だと思うんですが、ローンで購入を検討している方で、実際頭金が100万しかなかったとしても、
3年の残クレなら毎月8万程度で購入できちゃいます。頭金が300万程度用意できれば月々4万程度で乗り出せちゃいます。ただ、一見するとめちゃくちゃ買いやすい数字に見えるんですけど、トータルのね、支払い額は結構えぐい金額になってましたね。あと、残クレって走行距離の制限とか、カスタムの制限とかがあって、使い勝手が悪いっていう話をね、皆さん一度は聞いたことがあるかもしれないんですが、実際レクサスにも一応そういった縛りはあります。なんですが、別に絶対にディーラーに下取りとして出さなきゃいけないわけじゃないですし、他の買取業者に高く買い取ってもらえれば、それでいい話みたいなんですよ。要は残債額よりも高く売れれば、走ってようがカスタムしてようがもう関係ないっていうことみたいです。別に買取店に売却してはいけない、そういった契約内容にはなっていませんので、人気の SUV 車であれば走行距離をそこまで気にする必要はないんじゃないかなと私自身思います。明らかに過走行しすぎると当然一般の買取業者の買取金額も下がってきますので、そこは気をつけなきゃいけないとは思うんですが、私としては普通に乗る分であれば特に縛りを気にする必要性はないのかなと思いましたね。ただ残クレの最も大きなデメリットっていうのはやはり金利の高さかと思います。その点スマート払いっていう支払い方法があって、そのスマート払いっていう支払い方法は私としては考え方によってはありなのかもなと感じました。簡単に言ってしまえば、支払い総額800万あるとすると、その800万を初回と3年後、この2回に分けて払ってしまうという方法です。でね、この辺の話をしてると、ほんとね、めちゃくちゃ長くなってしまうんで、今回はこの辺りにしたいと思います。で、こういった残クレの闇の部分についてですね、気になる方は、ぜひね、チャンネル登録していただいて、今後の配信をね、お見逃しなく見ていただければいいかなと思います。それで、150万のローンを実際何年で組んだのかと言いますと、私の場合は3年の36回払いで組むことにしました。で、それで、なんでね、3年で組んだのかと言いますと、一番の理由はですね、月々の支払い額を少しでも抑えたかったということになります。当初は短期乗り換え前提での RX 購入でしたので、支払い期間はそれに合わせて2年の24回払いで考えてたんですが、よくよく考えてみたら、別に3年でとりあえず組んどいて、2年で売却したとしたなら、残りの残債は売却益で埋め合わせればいいじゃないかと、そう思ったんですよ。で、特にね、RX は小売セールが期待できる車種ですし、レクサスに下取りとして出してしまうよりは、一般の買取業者に売却した方が圧倒的に高く売れますので、だったら将来何が起こるかわからないし、毎月の支払いは少しでも少ない方がありがたいなと、そう感じて結局3年で組むことにしました。ってことはもう皆さんわかりますよね。150万を36回払いしたら、そうです。私の毎月のローンの支払い額は 1.9% の金利を含めて約4万5千円ほどとなってます。私的にはこのぐらいの金額なら万が一何か不測の事態が起こったとしても払い続けていける金額かなと感じてます。皆さんは車のローンに毎月5万ってどう思いますか？高すぎですか？安いですか？皆さんはどうなんでしょうか？よかったらコメントで教えてください。一応現金一括主義の方のコメントは差し控えをお願いします。理由はですね、私の心が超絶凹んでしまうからです。もうね、お金持ちがほんと羨ましいです。私も本来はいつでもニコニコ現金払いが理想だとは思いますよ。余計な金利を払う必要がなくなりますし。ただ、ここはね、本当に個人個人の考え方だと思います。私は一般的な人よりも圧倒的に車好きですし、車が趣味と言ってもいいぐらいの人間だと思ってます。じゃなきゃね、こんなレクサス系 YouTube チャンネルとか絶対に解説してないですからね。私の考え方としては 1.9% の金利を払うことによって本来であればもう数年間貯金しなきゃ購入できなかったであろう憧れのレクサス RX をその金利を追加で払うことによってその先数年分の時間を前借りして買ったと、そう考える派ですね。
要は金利を払う代わりに数年分の時間を買ったということです。数年後に RX を所有するのと、今 RX を所有するのとでは、きっとこの先の人生に与える影響も違ってくるんじゃないのかなと。こうね、私自身思ったりもしてます。何よりも自分の乗りたかった車に今乗れるわけなんで、そのためであれば、これまで以上にね、馬車馬のように頑張って働こうって、そう思えますしね。考え方は十人十色だとは思うんですが、個人的に無謀な返済計画でなければ欲しいと思った時が買い時だと思ってますし、どなたであっても今この時が一番若いですので、行動できる時に行動しないとどんどんこう後ろ倒しになってしまうような気がしてます。ただ、くれぐれもお借り入れとご返済は計画的にお願いしますね。フル的なとこにね、お世話になっては本末転倒ですからね。少し話が脱線しちゃいました。すいません。話を戻しまして、次にレクサスへの支払い期日はいつまでに入金すればいいのか。あと、契約時の手付金についてなんですが、私の場合はですね、契約時の手付金は諸費用分だけいただきたいと言われました。そりゃそうですよね。納車にあたって必要な費用ですので、800万円っていう高額な買い物ですし、RX350 の場合はガソリン車ですので、ハイブリッド車と違って諸費用も少し多くかかってきます。目安としては35、6万程度はかかってくるんじゃないかなと思います。この金額を手付金として契約時入金してほしいと言われました。それで残りの金額は納車後でも大丈夫ですと言ってましたね。具体的には納車から10日以内には振り込んでほしいですと、そういった話がありました。多分ですね、肌感的に納車後2週間以内であれば良さそうだなという、そういった雰囲気がしてましたね。このあたりは初めてレクサスを購入する方なのか、それとも何台も乗り継いできたリピーターオーナーの方なのか、支払いは残クレなのかローンなのか、それともキャッシュなのかと、その方の状況によって支払い期日に違いが見られるかもしれないです。ということで、今回は私の RX350 支払い方法の全貌をお伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか？少しは参考になりましたでしょうか？リアルなお金の話大好きって方は、ぜひいいねで応援お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。今後も当チャンネル独自の視点から様々なレクサス関連動画を毎週配信する予定です。レクサス好きの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。